皆さんごきげんよう、仏教相談の具体的な生活についてお話をしております。で、前回これをご覧に入れましたが、出家修行者たちが、何ももらえない時の最低生活ラインは何だということで、衣食住それから薬の4項目にわたって極めて質素な、もうほとんどもう最底辺の生活レベルで暮らしていけということでしたね。例えば衣は道で開えとかそういうことでしたね。でしかし実際の当時の生活、出家集団の生活を見ても決してこんな生活ばっかりしてるわけじゃない。なぜならばやっぱり真面目に修行してると信者さんが増えてくるわけなんですね。とその信者さんたち側からもう少し我々が援助するからちゃんとした暮らしなさいよというわけでいろんな提案が来るわけです。そうしますと信者さん側からはできるだけ出家修行者に楽な快適な生活をしてもらいたい。一方、出家者側からするとありがたいけれどもそれを全部受け入れてしまうとこれはもう在家の人と同じような生活になって、ただの贅沢暮らしになってしまいますからもともとのその出家の意味が失われてしまうということで、ここにまあ言ってみると欲望とそれから、抑制のせめぎ合いになるわけなんですね。でその時にどう判断を下すかというのがこれは極めて重要な問題になってきます。ちょっと次のところ見ましょうか。でこれはいろんな組織に当てはまることなんですけれども、未知の状況が現れた場合、つまり今まで判断したことのないような状況が現れた場合にどう判断を下すのかという、これは大変重要な問題になってきますね。変な組織、悪い組織というのはどういう点があるかというと、新たな状況に遭遇した場合にその時の雰囲気やあるいは個人的な思惑やそういった、裏付けのない、あれですね、判断根拠に基づいていい加減な判断を下すということなんです。なぜそれを選ぶのですか、なぜ他の選択肢を選ばないのですかという質問に対して答えられないような、なんとなくそれがいいような気がするからというような判断を下している組織は潰れますね。で、仏教は何度も言っておりますが、お釈迦様以来、極めて合理的な一本のその道筋に沿って組織運営が定められているわけなんですね。ですからここに言ってみればかっこよく言えばね、かっこよく言えば合理的体系なのだということになりますね。で、合理的体系の一番の利点は何かというと、未知の事象に対して明確な判断を下すことができる。なぜそう判断するのかということを皆に普遍的な理由を、みんなが納得できるような理由でその判断根拠を示すことができる。これが極めて重要なポイントになってくるんですね。これで、今日は少しちょっとクイズをやってみましょうか。当たっても何の商品も出ませんけども、一応授業だからこれ課題ということにしましょうか。皆さん考えてみてください。もちろん後で答えを出しますけどね。ここに4つ問題を出しておきました。1番、お呼ばれに招待された。出家修行者はご飯は全部托発で毎朝家々を回ってもらえと、骨敷ですねでもらえと言った。ところがそれを見た信者さん、言ってみればファンの人がですね、そんな雨風に打たれながら毎朝毎朝歩いて回るのは大変でしょうと、私が明日の朝は、私の家で、ちゃんとこのご飯1食分用意してお待ちしておりますので、どこも托発に行かずに直接私の家へ来てください。そこでご飯食べて、そして、お寺へ戻られたらいいでしょうと。そうすれば苦労もないし時間も節約できますし、どうですかと、こういう、お誘いがあったとするんですね。でこれを受けるべきかどうすべきかと、拒否すべきかという問題なんですね。迷った時、こういうその合理的体系において、
答えに迷った時に必要なことは必ず原理原則に戻るということです。遡るんです。なぜ私たちはこのような行動をしているのか、そしてその行動に基づけば今現れたこの未知の現象に対してはどのような姿勢で臨むのが、正しいのかという本来の目的を見失わないというところが大事なんですね。仏教相談の本来の目的は、社会から逸脱した人たち、社会で生きていけない人たちが集まって修行という自分の一番幸福につながる道を一生懸命行っていくということ、その場を確保することが、仏教相談の存在意義であります。つまり修行ができるだけスムーズに、そして、阻害されることなく進むような状況を作るというのが基本的な目的、第一目標になるわけです。でそのために人々から一般の人からご飯をもらって歩いて、それで生産活動から手を離して自分たちの生きがいに没頭する、こういう方式を取ったわけですね。従いましてご飯をもらって歩く托鉢というのは骨敷ですね。これは修行の一環なのではなくて修行を保持していく維持していくための土台となる行為だということなんです。したがって托鉢を一生懸命やれば修行になるかというとそうはならないんだと。大事なのはお釈迦様の教えを聞いて瞑想を続けるというこの時間を取ることが大事なのであって、それを取ることができれば、その時間を確保することができればご飯のもらい方に関しては制限がないということになります。だから明日うちおいでなさいよって言ったらお坊様はありがとうございますって言って行けばいいんです。こうしてお坊様たちは托鉢でなくっても信者さんたちが家でご飯を用意してくれるならばそこへ直接行ってご飯を食べ、あるいは信者さんの方がご飯をお寺へ持ってきてくれるならばお寺から一歩も出ずにお寺の中でそのご飯をいただいて修行に打ち込むということが当然許されるわけです。これが今の日本の仏教でいわゆるご法事、法事ですね。法事があった時に、お坊様にご飯を差し上げるという習慣がありますが、それの大元になった原則なんですね。2番、建物を寄進してくれた。お坊さんは原則的には暮らしは、野宿であります。洞窟とか木の下でね。なぜならば誰も建物なんてくれないから。ところが真面目に修行しているお坊様の姿を見た信者さんがそんな木の下や洞窟で辛い思いして暮らすのならばうちでちょっと空いた家がありますので、そこにお入りになって、そこでお暮らしになったらいかがでしょうかなんていう提案が来る。もらったらいいのかどうかもうお分かりですわね。修行をスムーズに進めることが重要なのであって決して質素であるということそのものが目的ではないのですから、いただけるのならばありがとうございますと言ってその建物の中で暮らしたらよろしい。ただし大事なことはそれは所有物にはならないということです。居住権をいただくわけですね。そこで暮らしなさい。わかりました。ありがとうございます。じゃあその中で修行させていただきますと言って、僧侶たちはその建物の中で暮らすようになる。これが今でいうお寺、寺院の始まりであります。ですから今でもそうですね、寺院というものはあれは法人の建物であってそこで暮らしている住職やその家族の所有物ではないんですね。家族はそこに住まわせてもらっているという居住権をいただくのであって、あくまでその所有権は、僧侶にあるわけじゃないという、今もだから現在の日本もそうなってますね。でそれは本来の形なんです。でそうやってもともと野宿をしなければならなかった僧侶たちも自分たちの修行の姿を信者さんたちが見てくれて、そして信頼をしてもらってその結果として住まいを提供してもらう。これが今のお寺寺院の始まりなんですね。3番、パーティーに誘われた。何でもいいですね。今度はみんなでバーベキューしますんで、お師匠さんもどうですかと。
こうなるわけですね。そうするとこれバーベキューだのパーティーだのというのはこれ飲食するわけですから、一番のお呼ばれとよく似てるんです。ご飯食べに行くということになるわけなんですが、ただ大きな違いがある。それは何かというと、一番のお呼ばれというのはここには楽しみは含まれていないんです。命をつなぐためのご飯を差し上げるからどうぞありがとうございますと、こうなって、ここにはお坊さんや周りの人たちの娯楽性というものは全く入ってきません。それに対して3番のパーティーに誘われたなんて話になってくると、これは遊びにいらっしゃいという話になるんです。でこれは例の世俗の喜びを捨てるという出家者の原理原則に反することになる。つまり出家したのに遊びの楽しみを求めている。それならば出家した意味ないじゃないの、在家に戻りなさいよということになりますから、このパーティーだって今で言うと、例えばカラオケ大会どうですかとかねそういったお遊びごとに誘われてそこにひょこひょこと出かけていくというようなことはダメなんです。だからこの3番のパーティーに誘われたに対する答えはこれは×だということになります。これはちゃんと律の中に規則があってね、あれしてはいけないこれしてはいけない、例えばみんなで歌を歌ってはいけないとか、ピクニックに行ってはいけないとか、あるいはすごろく遊びをしてはいけないとかね、当時のいろんな娯楽がいっぱい挙げてあって、それは皆僧侶が関わってはいけないのであると。だから誘われても断りなさいということになってるわけなんですね。この辺も合理的ですね。4番もこれなかなか大変なことなんで、先生、つまりお坊様としての自分の先生、和尚とか阿闍梨とか呼ばれる、お坊様の、相談の中での自分の先生ですねが弟子に対してね、弟子のお坊さんにあれしろこれしろって言うわけです。ところがその規則をよくよく考えてみますと、律の規則に反しているというようなことがあるわけなんですね。そうしました時に、その弟子はどう行動すべきかと。律に従うべきか、先生の間違ってると思ってるんだけどもその先生の言葉に従うべきか。これなんかね、あれですよ、今でもいろんな宗教集団、例えばオウムもその悪い代表ですけども、そういう集団の中には先生が言ったことはもう命に代えても守ります。たとえそれが間違っていると心の中で思っても先生の言うことには逆らえませんというような、そんな組織もあるかもしれませんね。それは仏教では間違いだというんですね。大事なのは律なんだと。なぜならば律は我々の属しているこの組織を守るために決められたものなのであって、その律に背くということは組織全体、今の組織だけではない、未来これから続くはずの組織に対しても害を与えることになるから、たとえそれが自分の恩のある先生の言葉であっても法律に背くならば、それは絶対にそれに従ってはならないという規則があります。それどころじゃありません。その場合にはその先生に対して「先生、あなたのおっしゃってることは律のここに背くので、なので私はそれを守ることができません、どうぞご勘弁ください」と言って、その先生に対して意見をせよという規則まであるんですね。こうして仏教相談は個人的なつながりの中での何て言うかな、怪しい、利己的な判断を防いで、そして最初に決められた律という法律に完全にのっとる完全法治主義というものを守っていくことになった。ですから仏教相談の中ではどんなに上のトップに立つような人であっても律に背くことをしたら処罰されますし、その人の言葉は誰も従わないという、そういう組織形態ができているわけなんですね。はい、仏教の組織について随分長くお話をしてまいりました。今回で一応その形は終わりにして、次回からは何ていうかな、総まとめのようなところに入っていこうと思います。それじゃあ今日はこれで終わります。またお会いしましょう。ごきげんよう。